Hey everyone, this is Nano. Thank you for tuning in to this special live stream. This is my 10th anniversary special live stream, and I'm so happy to be able to share it with you guys. 今年2022年はなんとナノの、デビュー10周年記念イヤーということで、こういうご時世ですからなかなかね皆さんと直接会う機会が減っている中で、今回こういう形でスペシャルライブストリームを皆さん全世界に届けることができて本当に心から嬉しく思います。これは本当にまだ、スタートということで今日からナノの10周年イヤーがスタートしますけど、そんな10年間ナノにとっての10年間をみんなと一緒に振り返ることができたら本当に嬉しいなと思い、今日はじっくりと最初から最後まで楽しんで、そして懐かしいなと思うところもあったらぜひぜひ一緒にいろいろ思い出して感じてください。では Please join with me to this special live stream. Rock on. どこから始めていいかわからないぐらい、10年間っていうのはすごい濃厚なので、やっぱりねもちろんデビュー10周年ではありますけど、そこの前から始まったその歴史というものがあるので、そこをやっぱりね語らずには今日のこの内容っていうのは始まらないなと思うので、デビュー前のナノがどういうふうにスタートしたのかっていうのをちょっとだけねシェアできたらいいなと思います。ご存知の方はいるかもしれないですけど、もともとデビュー前は、ネット上で YouTube だったりニコニコ動画で歌ってみたというものを投稿してました。ニコニコ動画でボーカロイドという世界とね出会いまして、すごいボーカロイドの魅力にハマって、で自分でどうやったら自分らしいというかナノにしかできないボーカロイドのカバーができるかなと思った時に気づいたのが、なんか自分のノリってちょっと邦楽と違うんだなって、自分が日本語で歌うとちょっとどうしても洋楽っぽいノリになるなっていうのに気づいて、だったらちょっとこれ英訳して歌ってみたらもっとしっくりくるんじゃないかと思って、初めてそこで英訳して歌ってみたらめちゃくちゃ自分としては納得いくものが取れて、そしたらもうって思うぐらいランキングに自分の歌ってみた動画が上がってて、そういうところからナノの歌ってみたが始まって、そしてたくさんの人に聞いてもらえるきっかけが割とすぐのタイミングで訪れて、で当時はねいろいろ、みんな多分歌い手さんはこれ共感できるあるあるっていう感じだと思うんですけども、普通の防音施設とかない物件なので、部屋の隅っこで真夏の暑い30度の部屋で毛布かぶってもう汗だっくになりながらモザイクロールとか歌って投稿して、そしてランキングに上がったおかげで、いろんな人の目にね触れる機会ができた中で、バズ G というボーカロイド P さんの楽曲をカバーさせていただきまして、バズ G の楽曲をとある、レコード会社のディレクターさんが発見して、で気に入ってくれて、そこからバズ G を通して連絡が来たんですけど、本当ツイッターの DM でバズ G からちょっととあるレコード会社のディレクターさんがナノにちょっと会ってみたいって言ってんだけどいいみたいな感じで、自分ちょっとその時みたいな、これ本当夢じゃないと思って、その時もちろんだけどはいって言って、でディレクターさんと出会って、でそこでバズ G のコンピレーションアルバムに1曲参加させていただきまして、祭り林というアルバムで西へ行くという曲で、その曲が終わった後にディレクターさんが、ちょっとねせっかくここまで来たからアルバム一緒に出してみないってまさかのオファーですよ。でそこデビューにつながるとはもう夢にも思わなかったんですけど、その時に一緒にじゃあアルバム作ろうという話で、オリジナルアルバムになるのでオリジナル楽曲もまず作らなきゃいけないということで、マジェンタという曲がねそこで生まれたんですけど、マジェンタは本当にだからダルビッシュ P さんというボーカロイドプロデューサーと一緒に作った曲で、ナノがメロディーを作ってトラックを作っていただいてって、もうゼロから作って初めてのオリジナル楽曲だったので、そこからナノというアーティストなのが始まった感覚ですね、自分としては。
そして奇跡のデビューアルバムが叶ったんですけど、このデビューアルバムは最初はもちろんボーカロイドのカバー曲も入ってるんですけど、自身初めてのオリジナル楽曲「マジェンタ」がリード曲になっていて、マジェンタというリード曲は本当に自分がアーティストとして第一歩踏み出すための大切な曲として作ることになったので、ボーカロイド P さんと一緒にコラボして生み出した曲であり、今でもすごい大切な曲なんですけど、でそこで「ナノアル」というナノのデビューアルバムが、誕生して、でその後にファーストシングルで、そのファーストシングルは「Now or Never」っていうファーストシングルで、この曲はナノのファーストタイアップでもある曲で、もういろんなファーストが本当詰め込まれたこの1年間だったんですけど、いやーもう初めてのアニメタイアップですよ。自分もいつかアニメのオープニングとかテーマ曲歌いたいなってすごい子供の頃から抱いていた夢があったので、まさか自分が本当にその日が来るっていうことは夢にも思わなかったんですけど、テレビで初めて自分の楽曲が流れる時はもう涙の嵐で、もうテンションもおかしかったし、もう一生感じは忘れられないですね。で Now or Never の次に、セカンドシングルが誕生して、でセカンドシングルは No Pain No Game っていう楽曲なんですけど、こちらもアニメタイアップでブトゥームというアニメで結構激しいバトル系のアニメだったんですけど、この曲は自分の中では珍しいコンペというねコンペティションで曲が決まって、ノーペインのゲーム聞いた時の一発でこれだなって、もう心がときめいてこれだと思って譲らなかったんですよ。でそこからノーペインのゲーム制作に入って、すごい人間が歌っちゃいけないようなハードルの高い難しい曲なので、いまだに結構ライブでも苦戦しますし、一番自分が命がけでいつもライブで歌ってるお客さんとの大切な曲ですね。海外でもやっぱ人気ありますね。最果てのストーリー抱いてあってもなさ迷い続けたにじんだ New World The game has only just begun 今始まりの This is where tomorrow brings a new day It's time to learn to play this game Ready for it! Sheets but water lead to boots ために整理してきた未来僕のライフが尽きるまでその定めぶち壊していくのさ Oh break out and start a revolution 一つの答えを探して限界のレースに挑んで一度きりのチャンスとしてずっと運命超えてゆくんだよFeel you've reached the last dead end. What will you do to save yourself from fate? Will you take a knife into your heart? Or would you rather break the fall and take defeat? Oh, survive and find your revolution. 一人の世界を映して永遠の地図に挑んで一度きりのスタートを切って狂った天命超えてゆくんだよTrue world, the game has
ファーストライブ Remember Your Color これは本当にもう一生心の目に焼き付いている光景というか景色なんですけど、そもそも経験がない上で新木場スタジオコーストという自分にとってはもうなんか海のような大きい箱みたいなところで2000人ぐらいのお客さんが満員でそのステージに立った時とかもう本当に自分これ生きて終われるかなみたいなぐらいな緊張感はあったんですけど、初めてそこでファンと直接対面した瞬間だったし、幕がブワーって上がった時に、自分のそのカラーっていうのがマジェンタ色だったんですけど、マジェンタ色のペンライトの海になっていて、もうなんか感動と恐怖となんかオウムみたいな、なんかその目がいっぱいバーってあるように見えたのと、いろんな感情が相まって、もう今ちょっと記憶が定かではないぐらいテンションが上がって、でも高いところからこう歌って、もう足ガクガクですよ。でマジェンタ熱唱して、そしただけど最初の一瞬通り越したらもうどんどん楽しくなっていって、でお客さんたちもすっごいこう盛り上がってて、なんでその瞬間っていうのはもう一生忘れないファーストインプレッションというか、みんなとのファーストインパクトでね、すごいもう最高のマイルストーンでした。で2013年はすごい濃厚の年で、海外も初めて行く機会があって、それがドイツだったんですよ。初めての海外がドイツってどういうことみたいなぐらい贅沢だと思うんですけど、ドイツもすごい大人数のスタッフで行って、で観光もいろいろしたりで、初めてドイツのお客さんと一緒にライブをして、もうすっごいもう熱いお客さんで、その同じ年なんですけどね、ミュージックビデオも新しいのをその年に出したんですけど、これも新しい試みが初めての実写 MV で、それが「ネオフォビア」っていう曲なんですけど、それまでねイラストベースのミュージックビデオだったのが初めてフードかぶった状態で撮影したんですけど、それもそれで自分緊張してたし、0度ぐらいの寒いところで撮影してて、で薄っぺらいピローンとしたフード1枚でもうガタ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 いろんな意味でガタガタしてて、でもそういう思い出もあるしね、なんか本当に2013年はもう思い出しかない1年でした。その次に出たシングルがSave Your Song、これは本当に自分の中でも一番印象に残っているシングルかもしれないですし、楽曲としてもすごくやっぱり力のある曲だと思って、で初めてコラボレーションした曲なんですよね。で My First Story とコラボレーションした曲で、これもアニメのタイアップ曲なんですけど、いろんな意味でちょっとぶっ飛んだ曲ですよね。曲調もそうですけど、まずミュージックビデオがねイージス艦の上で撮ったっていう、多分歴史上でもそんなにイージス艦の上で MV を撮ったっていうアーティストさんも少ないんじゃないかなって思うぐらいで、その後 My First Story と対バンもすることができたし、すごいなんか自分にとってはいい学びとか経験をすごくそこでナノの引き出しがいっぱい増えた気がします。Look across the raging war and feel the steady beating of my heart. 嵐の前の静けさに刃振り下ろしていくんだ。繰り返し A memory fading 今も時代を超えて I tell a story 響く宣戦布告の歌残酷に染まるこの誓いを Fight until the bitter end 途切れた糸根を汚れた世界をつなぎ止めて僕らの車を失った希望を壊れた時間のピースを集めて取り戻すために走り出す鼓動さえも限りない苦しみを導き出すアルペジオ Save your love song, save your love song
道変わり果てた日々青を照らして Our destined future will defend 崩れた現実と絶望に駆られ迷い続けていつか望んだ未来忘れた心閉じ込めた闇を切り開いて守り抜くために溢れた衝動さえも叶うはずのない夢を導き出すアルペジオ Save your own song, save your own song Did you ever take the time to stop and think or imagine all the damage or what it cost? Now you're standing in front of a battle scene, and one by one you're watching as hope is lost. Even though you can't undo all that you have done, it's not too late to right all that you've done wrong. You only need to acknowledge the misaligned, and then you'll find the answers inside of you. 僕らが望んだ答えは憎しみで狂ってしまうんだろう。争いの先に残した爪痕は誰が消すんだ。今まで届かなくて救いの手をずっと奪んでいた鋼のような苦しみに刃振り下ろしていくんだ途切れた息の根を汚れた世界をつなぎ止めて僕らの車を失った希望を壊れた時間のピースは全て取り戻すために走り出す行動さえも限りない苦しみを導き出すアルペジオ Save your own song, save your own song Yeah Save your own song, save your own song Yeahでその後にまた新しいシングルが来ましてこれもまた面白いちょっと形状というかこれもアニソンのタイアップなんですけど「Infinity or Zero」と「Sable」というダブル A 面シングルなんですね。でその両方の楽曲のミュージックビデオもまたちょっと面白い仕掛けがありまして両方同時に流すとちょっとリンクしているというシンクロしているようなミュージックビデオでこの俳優さんが千葉雄大さんが両方に出演してくれてやっぱそれもすっごくドキドキしましたね。すごい嬉しかったし今でもやっぱり好きなプロジェクトでしたね。でサードアルバム「ロックオン」のリリースなんですけどこのタイトルとあと表題曲の「ロックオン」っていうのはナノのその人生のモットーじゃないですけど口癖というかいつでもなんか「ロックオン」みたいな感じで言ってたところからもうそれ曲にしちゃいなよみたいな感じになってじゃあしちゃいますみたいな。で結構だから自分にとってはすごく心に馴染むアルバムでもあるし曲としても一番「ロックオン」っていう曲自体が自分の中で気合い入れたい時に聴いたりとか今でも気合い入りますね。でここですごく自分にとって大きなプロジェクトがあったんですけどそれがこの楽曲のミュージックビデオがまたそれこそぶっ飛んだミュージックビデオになりまして軍艦島で撮影しました。今でもYouTube に上がっているのでみんな見ていただけたら伝わると思うんですけどやっぱり軍艦島は世界遺産でありで今となればもう撮影ができないすごく貴重な世界遺産の場所でもあるのでそこでまさか自分がミュージックビデオを撮る機会があったなんて今でもやっぱり歴史になりますからね。ですごい過酷なやっぱり撮影でしたね。その軍艦島の中すごく足場もぐちゃぐちゃというかもう本当に今でも崩れるんじゃないかっていうようなみんなで
気をつけながら撮影した中でヘルメットかぶってとか、そういうねすごい思い出もあります。でその後に、初のライブハウスツアーも実はここで回ったんですね。で普通だったらバンドとかミュージシャンって下積み時代があってデビュー前にいろんなライブハウスでライブをやるじゃないですか。でもその時代っていうのが自分になかったから、ちょっとこう順番は逆だけどちょっと一回その下積み時代に経験しなきゃいけないミュージシャンとして経験すべきことをやろうよってマネージャーが言ってくれて、でそこで一番今までで多い箇所を回ったんですね。北海道から福岡まで行って本当に楽しかったですね。バンドとこういろんなハウスに回ってすごいそのお客さんとの距離感が近いっていう喜びをそこで初めて味わって、でそういう経験もすることができたのが思い出深いですね。確かにどこだったかちょっと覚えてないんですけど、普通ライブハウスとかライブって後ろからこう出てくるじゃないですか、袖から。この会場はその裏がなくて楽屋がなんかお客さん側にあったので、お客さんの中こう編んでこう行ったっていう、歌いながら出たかもしれないんですけども、すごい面白かったですね。なかなかない経験というか、だからちょっと「あー」って言いながらこう出ていった、かっこいいのかわからないですけど楽しかったですね。瞳の奥に潜む記憶が音もなく拍動する。あぬら蘇る果てしないストーリー。心の底に沈む野望が迷いもなく躍動する。希望あふれる失望に駆られる。諦めることはお安い御用と I desire, I desire, gotta find my devotion yet。 誰もが憧れる無敵無欠のような存在を僕は壊してゆく定めで切り離していく過去、忘れやしない傷跡、ただ進んでいくと僕は誓うよ。Show you crazy life should be。 やり場のない虚しさが僕に寄りつける。また同じ罠に負けてないよ。悔しさを忘れるために、自分を今超えるために Gonna be a prodigy。 突き出す gravity をぶちかましていこう。心のすれ違いは時に争いを出してしまうというけれど、その愛の全て貫いていく。願う燃える信じるものを導かれて、誰もが手放すような命さえも僕は永遠に君に捧げる。痛み忘れて未来も見つめて、ただ突き進む先には光さすだろう。Pendulum song as life will go on。
初めてアニメロサマーライブに参加させていただきまして、でこれ埼玉スーパーアリーナなんですけど、それまで埼玉スーパーアリーナ規模でライブというか、歌わせていただくことがなかったので、ステージに出た時やっぱりお客さんがもう本当に壮大な海にしか見えなかったっていうか、ペンライトが青だったっていうのもあるんですけど、それが一生忘れられない景色でもあるかなって今思いますね。でその後に、ドリームキャッチャーという楽曲が出たんですけど、こちらの曲は、自分の中ではなぜかバラード扱いになってるんですよね。今までのその楽曲がほとんどがこう 200bpm とかね、すごいアップビートな曲だったので、ドリームキャッチャーまるで自分にとってはバラード扱いで、セトリに入れる時もね、割とバラードとしてちょっとこうみんなと一緒にゆったりしたいなと思う時にドリームキャッチャー入れるんですけど、すごくやっぱり壮大なこうメッセージ性が強い、自分にとってはファンの人たちに届けたかったメッセージだったので、この曲は未だにやっぱりセットリストにほぼほぼ入れている大切な曲です。5th Year Anniversary 5周年イヤー、これは必ずその周年イヤーというのは何がどうあれ来るじゃないですか。その数年前からディレクターさんたちと5周年イヤー近づいてるね、何しようかっていうふうにやっぱりちょっとずつ考え始めてはいたんですけど、もうそれまで軍艦島で撮影してるわ、イージス艦で撮影、それ以上のことあるみたいな話がしてた時に、もう顔出しだねっていう話から、ついにここから5周年イヤーをきっかけにナノは本当に世界に羽ばたく年にしたい、そういう意味合いで初めて自分の顔を出すビジュアルというものを出すことになりました。で本当にいきなりの決断ではあったので、ちょっとね、どういうアーティストその像っていうかイメージを作るかっていうのはもうみんなでもなんかどうしようって悩んで、で結果ね、たどり着いたところが、もう顔出すっていうことは具体的にじゃあ顔出しましょう、オールバックにしましょうっていうことになっちゃって、なぜか人生初のオールバックをここで5周年イヤーで体験することになって、で実際のアーシャでもね、初の顔出しアーシャがオールバックっていうすごい奇跡が起こって、今後悔ないですよ、後悔ないですけど、もう二度とやることはないかなってちょっと個人的には思ってます。でそこからもう5周年イヤーですね。もちろんオールバックも記念ですけど、でもツアーですね。自分の中で The Crossing、 このアルバムが5周年アルバムであり、自分の中で一番本当にナノらしい楽曲を詰め込んで、ナノらしいツアーをしたい、ナノらしいアルバムを作りたいということで、一番記憶に残っているツアーです。で一番楽しかったし、もう The Crossing はもう東京公演から最後の公演までもう全部が鮮明に覚えてます。本当覚えてるこれ。しかも全メンバーからこのコメントが来てるっていうのがやっぱ相当のインパクトがあったと思うんですけど、これでもね、ナノが何かすごいことしたっていうんではなくて、お客さんだったんですよ。お客さんたちがミラクルを起こしてくれて、もう本当に機材トラブルで何にも音を出せない状態で、でもこれで試合終了かって一瞬やっぱみんなの頭よぎったんですけど、いやもうライブだからこそこの場を楽しんじゃえって、で自分が思いついたのが、もう音出ないんだったらもう自分とお客さんで音出すしかないと思って「Now or Never」をアカペラで歌いだしたら、お客さんも一緒になって歌ってくれて、一度しかない「Now or Never」が生まれて、もうあれはちょっとね、でも申し訳ないですけどね、スタッフさん後ろですげえパニックになって、もう死亡みたいなもんぐらいこうわーってなってると思うんですけど、ステージ上はすっげえ楽しかったです。本当にすっごい思い出ですね。確かにスタッフさんとこう海外行った時、一番スタッフさんが困るのかなと思うのがやっぱりその言葉の壁っていう、かろうじて自分が役に立てる
瞬間っていうのが空港だったらホテルのフロントで自分がちょっと手続きをしたりとか、でも本当歌以外で自分が役に立てる瞬間っていうのを初めてここで味わえるので、自分としては結構楽しんじゃってますね。Never perfect, we made mistakes along the way. We've taken too many turns when the road is straight, so that the way could last a little longer. The end of the road is looming ahead, and I pray to find a way for me to make the clock reset. I pray that time could last another day. As long as the flowers in this room continue to stay and bloom for you, together we'll run until promise me you'd never let me go. You promised me you'd always stay with me and fight by your side. You said you'd breathe for me, but in your eyes you say you have to go. You're crying tears that only I can say. Don't let it go. Don't let the light go. The future's never perfect. It's always harder than it seems. There's no one to prove to us what's wrong or right. We need to find the answer for tomorrow. The end we know with every obstacle we grow a little wiser and we rise up stronger yet. Our moment to shine is sure to come. As long as the flowers in this room continue to stay and bloom for you, together we'll write a better story. You close your eyes if you're in a sleep. It's then that I know the crossing is here. You promised me you'd never let me go. You promised me you'd always stay with me and fight by your side. You said you'd breathe for me, but even if this moment's come to pass, and even if this world will be my last, I won't say goodbye. I'll never say goodbye. で自分が実はずっと夢だったことがこの年で叶ったんですよ。それがオーケストラライブをやることだったんですよね。この年にシンフォニー・オブ・スターズっていうフルオーケストラのライブをやらせていただきまして、そういう意味もあって多分ファーストライブ並みに、もしくはファーストライブほどではないかもしれないけどそれ並みに緊張して挑んだ特別なコンサートでした。
で本当にもうパイプオルガンもありフルオーケストラもありで、あと全部の自分の激しいロックの楽曲がどういうふうにオーケストラアレンジされるのかっていうのすごく多分アレンジャー自身もすごくハードル高かったと思うし、でも自分のSavior Song とかマジェンタとかがオーケストラと一緒にこう奏でられた時に正直リハの時泣きました。あまりにも美しすぎて。でそういう特別な奇跡も起こった年でありました。さらに初めての母国ライブ、カリフォルニアのサンノゼというところでイベントの出演だったんですけど、実はこのイベントもともとツーマンで他のアーティストさんと一緒に出演するはずだったライブだったんですけど、急遽そのアーティストさんが出演できなくなって、とある会場なんですけど、その会場に入るとですね、廊下に偉人の写真がずらっと並んでて、ローリング・ストーンズ、ボブ・マーリー、もういろんな方がそこでライブをしたことあるような会場だったんですよね。そんな会場でまさかのワンマンになってしまいまして、でバンドメンバーとやべえな、やばいな、これやばいなってみんなでもう言いながらステージに立ったのがすごく思い出です。確かにちょっと自分泣いてたかもしれないし、バンドメンバーもすごい感極まってた瞬間はすごい目に焼き付いてるんですけど、それが正直言ってバンドのみんなと行けたっていうことは自分の中で一番嬉しかったことかもしれないです。アメリカ、ナノの生まれ育った国ってこんなところだよっていう風にね、ちょっと見せたかったところもあって、でナノがどうしてもみんなにね食べてもらいたいアメリカンフードがあるんで、なのがこれはもう思い出の味だっていうのがあって、それがピザだったんですよ。やっぱりアメリカって言ったらもうピザ、もうそれしかないと思ったので、もうみんなに絶対アメリカ行ったらまずピザ食ってって言った一緒に食べに行ったんですけど、それがもう思い出のピザになりましたね。もう本当にナノも何年ぶりのピザだったし、もう涙流しながら鼻水流しながら美味しいって言いながら、もう今でも感動しすぎて味覚えてないです正直言って。だけどバンドと食べたピザは絶品でした。この年はもうとにかく一番ライブが多かった年になります。リストアップしてもブワーって一番多かったですね。それに驚きましたけど、であとこれももう語らずにはこの年は表現できないと思うんですけど、オーストラリア、初めてのオーストラリアのイベント出演、ずっと行きたかったんですよ。オーストラリアなぜか知らないけどオーストラリアずっと行きたくて、それが一番の理由がもちろんお客さんに会いたいっていうのは一番なんですけど、その次ぐらいの理由がコアラに会いたいっていうね。本当に実際にコアラに会えました。今でも癒されたい時にコアラが木の上でこうって寝てるのを見ます。今でも iPhone の中に入れてて、ちょっとストレス溜まったなと思ったらちょっとコアラ見て、でまた頑張ろうっていう風になりますね。もうオーストラリアに感謝です。でこの年に初めてナノの楽曲音楽をストリーミング再生解禁した年です。それまでにずっと世界中のファンからこうラブコールを送っていただいていて、でこの年に初めてそれを解禁できたので、海外のファンの人たちの反応もすごくそこで感じたので、いや本当解禁してよかったなとは今思います。Oh my god, no! だからね、ナノは実はベジタリアンというかお肉食べないんですけど、本当に良かったなと思います。本当に悲しい。2020年はやっぱり、ナノだけじゃなくてもう全世界の人たちがやっぱり急に人生変わった年になったと思うんですけど、
この年はもともとベストアルバムをリリースする予定の年であったので、期待感と気合を入れて制作して、そしてリリースしてツアーもやろうっていう風にね計画してたんですけど、パンデミックコロナ禍になってツアーももちろん中止になりましたし、とにかくエンタメ業界全体的に一旦中止になった感じでしたね。でもう全て周りのミュージシャンもスタッフもディレクターもナノもやっぱりどうしたらいいか分かんない状態の1年だったなっていう、手探りで動きがない中でどうやったら、本当にアメリカでよく言ってたので Don't stop the music って言ってたけど、どうやったら音楽をストップさせないで世界に届けていけるかな。苦しい1年でもあったけど、その反面大切なものを思い出させてくれた1年でもあって、でなんとなく自然の流れだったんですけど、デビュー当時に付き合いのあったミュージシャンだったりとか、歌い手時代の知り合いのアンダーバーさんと一緒にステージ立つことだって初めてここでできたし、できないこともいっぱい増えたけど、逆にそれがきっかけでできることも出てきて、やっぱ人間ってこうじゃなきゃいけないって思い込みから一個ちょっと崩れると、一気にいろんな扉が開いていろんな可能性が増えるんだなっていうのを、この2020年はすごく味わった1年だった気がします。で1年間そのコロナ禍で過ごした後の、去年にはなるんですけど、やっぱりそこで感じたこと全て去年2021年で生かすことができた気がして、でこの年は自分の人生で初めてセルフプロデュースアルバムを出してみようって思って、やっぱりその前の年の苦しい1年間があったからこそ完成したアルバムだなって思って、それまではやっぱりディレクターさんが全部ついててプロデュースしてくれてたのが、もう何から何までミュージックビデオのプロデュースもそうですし、ここまで自分がハンズオンで直接関わるっていうことは今までなかったので、最初はもう分からないことだらけというか、もうゼロからの勉強だった部分もあるし、でも一人じゃなかったんですよね。みんな手助けしてくれて、本当にわからないことだらけだった自分に背中を押してくれたりとか助けてくれたおかげで、このセルフプロデュースアルバムが可能だったわけで、でも大変だったというよりも楽しかった、今までやれなかったこと全部詰め込むぞっていうね気持ちで作って、ミニアルバムであるんですけど、最初のセルフプロデュース1枚目の挑戦としては結構いい感じにできたんじゃないかなって今でもすごく誇りに思うアルバムで、いつかまたやっぱりセルフプロデュースで何かやってみたいなと思うし、ただやっぱり人の素晴らしさ、人と一緒に作る素晴らしさっていうのを改めて感じさせてくれるアルバムになりました。Taking a silent speed, a metronome, drowning my heart out. I try to breathe beneath the water, but I feel the coldness seeping in. Though I bleed, it doesn't hurt. Though I'm scared and can't escape, and even for a crazy price, gonna make that sacrifice. I need a way to break the ice before my time runs out on me. I don't know. Can you tell me how to kill this beautiful everything? Can you show me what it takes to bring back my pain into this life? Fall
tried to move below the gravity like chains that cut into my skin. Though I bleed, it doesn't hurt. Though I'm scared, I can't escape. And even for a crazy price, gonna make that sacrifice. I need a way to break the ice before my time runs out on me. I don't know what's holding me back. Can you tell me how to kill this beautiful everything? Can you show me what it takes to bring that my pain into this life? Dive right into the heart of danger. Hell will only be making us stronger. Pray into the night. Bring me back to life. One by one, the flames are dying. Story ends, a new beginning. One by one, the walls are crumbling. As time goes on, the scars will fade. Can you tell me how to kill this beautiful everything? Can you show me what it takes to bring back the pain into this life? Dive right into the heart of danger. Hell will only be making us stronger. Fall right into the line of fire. Burn to ashes and rise up higher. Every time when I let go, every time when I let go. ありがとうございます。Thank you。お疲れ様です。元ディレクターさんから10周年のお祝いコメントが来ております。 Oh my gosh. Thank you。なの。やばい。Do you see the light ahead? Do you see the light ahead? Will you face the night ahead? Will you face the night ahead? So far away, shining ray forever so far away. Rising, so far away, find the way forever so far away. Awakening. それは絶対約束です。あとThank you。ありがとうございます。あっという間の時間でしたけど Thank you so much for watching today and joining me today for this very special live streaming of my 10th year anniversary、本当に今日から10周年イヤーがスタートする思いなんですけど、もう今日はみんなと一緒にこうスタートの一歩を切れて本当に感謝しています。今年は特にナノにとっては特別な年ですけど、でも変わらずみんなと一緒に精一杯魂の底から楽しんで音楽をナノはね届けていきたいと思います。Thank you so much for watching today, and I can't wait to rock on with you guys in the future. So keep rocking on, you guys. I love you so much. Rock on.
Do you hear the sound?